こんにちは、マークの奥佐直子です。今日はですね、みんな大好き、私も大好き、マニプリのスカーフを使いまして、理論派スタイリスト奥佐直子が伝授する、これさえ持っていれば、この巻き方さえ知っていればという簡単スカーフ術をお教えしたいなと思います。スカーフはね、本当に布なので無限の可能性がある。なのでそんなに難しくはないけれども、この結び方知らなかった、このアレンジ方法知らなかったっていう気づきがあるといいなと思って今日は進めてまいりたいなと思います。マニプリなんですが、もうね、今や本当にセレクトショップ入ってないお店ないんじゃないかっていうぐらい大人気で、それどうしてかっていうと、アレンジしやすい、そしてストーリー性のあるプリントで、さらにそれが身にまといやすい。コンセプトは絵画を身にまとう。そうなんですよ。だって一枚一枚にめちゃくちゃバックストーリーがあるんです。デザイナーが見た景色、こんな世界だったらいいなとか、そういったプリント、色、バランスを全部考えて作っているので、一枚一枚見ていただくと本当に絵画を身にまとってるような気持ちになるんですよね。あともう一つ、とてもコスパが高い。シルク 100% もコットンシルクも全部ハンドプリントなんですよ。ハンドプリントってどういうことかっていうと、一色一色手で染め上げていくので、例えば8色あったら8回同じ工程を全部やらなきゃいけない。ものすごく手間がかかる。だけれども、例えば今私裏と表両方見せた巻き方にしてるんですけど、裏も表もクオリティが変わらない。後ろが白くなっちゃったりとか白っちゃけたりとかしないっていう特徴があるんですよね。でさらにシルクに関しては縁のかがりを手縫いにしてるので、やはりそのあたりのラグジュアリー感の割にコスパが高いっていう、そこも大人気の秘密かなと思っております。たくさんある中から3枚のスカーフ、そして1枚のストールを選び抜いて、でその巻き方コーディネートをご紹介していきたいなと思います。ぜひ最後までご覧ください。中世の貴族巻き、なんだそれ、チャームみたいに重なることであっという間にフェミニンになるかなと思うので、私これ本当に好きです。たくさんあるスカーフの中からもう本当にこれはね大変でしたよ。4枚マストハブを選んだんですけれども、まず1枚目、マニプリのスカーフの柄の中でもとっても人気な気球の柄ですね。大空にこう上がっていく、その先にはどんな景色が見えるんだろうっていう、少しこう旅情をかきたてられるようなこの気球っていうのがやっぱり皆さん好きなのかなと思います。気球のこの丸いフォルムと額縁のように縁取られているグラフィカルな四方に走るこのフレーミング、まさに絵画のようにも見えるし、あと結んだ時に直線曲線がうまい具合に出てくる、両方を持ってるっていうのがこのスカーフの素晴らしいところだなと思います。 65×65 っていう少し小ぶりのスカーフなので、例えばまだスカーフに慣れてない初心者の方だったりとかおすすめかなと思います。で小さく巻くのがやっぱり巻きやすいので、私は個人的には色がはっきりしてるもの、例えばコントラストがはっきりしているものとか強い色が目立つものっていうものを選んでいただくと小さくキュッと効いてくれるので、そういった意味でもこの黒白の気球っていうのはマストハブの1枚目としてリコメンドさせてもらいます。 88×88 のこれはシャングリラというプリントのスカーフになります。スリランカのジェフリー・バワという建築家、彼の別邸を訪れたデザイナーさんがインスピレーションを得て作ったプリントだそうです。スリランカの抜けるようなこう花の色だったりとか、そういったものが再現されていて、私これ本当に好きです。で巻いた時のハッピー感みたいなものもね格別なので、こういった色をスカーフで取り入れるっていうのがいいかなと思いました。このねトロピカルな色がとっても綺麗なので、大きく使ったり長く使ってあげるといいのかなと思います。で1枚がまるで絵画のようにアシンメトリーではなくて、上下左右に物語がちゃんとあるので、額に入れて飾りたいぐらいだなと思いました。スカーフって巻くだけじゃなくて、例えばバッグの上に置いたりとかインテリアとしても使ったりとか、そんなことも発想させてくれるような1枚です。で 88×88 っていうのはいわゆる本当に皆さんがイメージされる正方形のスカーフの大きさなんですよね。
なので様々な使い方ができるっていうのが特徴なのと、ただマニプリのシルクっていうのはとってもしなやかで滑らかなんです。なので少し私には大きいかなって思う方もアレンジがとてもしやすいので挑戦していただきたいサイズかなっていうふうに思ってます。120センチ ×120 センチのかなり大判のストールなので、大きく大胆にこの柄と色を楽しんでもらうといいのかなと思ってます。モナコの崖の上にある海洋博物館をイメージして作った柄だそうです。で、ブルーとあとグレーとオフホワイトっていうマッチングしやすい色が入っているので、これはね使いやすい。シルクとはまた違う引っかかりの良さっていうんでしょうか。シルクってこう滑らかでスルッとこう溶けていくようなイメージなんですけど、コットンシルクっていうのは少しドライタッチで引っかかりがあるので、もう真夏の体温調節だったりとかぴったりかなと思います。大判なのでやはり大きく使ってあげることで柄の面白さだったりとか素材の素晴らしさっていうものが味わえるかなと思います。小柄な方はね、もしかしたら大きいかしらって思うかもしれないんですが、その場合は三角に折って使ってあげると使いやすいので、例えば腰に巻いたり肩に巻いたり三角に折ってぜひ使ってみてください。で、何が好きかって、どうしてこの図案を考えたんですかっていうそのバックストーリーを聞くのが私は本当に好きで、3人の子供の母親でもあり、そして娘でもある私からするともう涙が出ますよ。シードパケットという母の日限定のスカーフになってまして、デザイナーの方がお母様に小さい頃幸せの種は自分でまきなさいっていう、誰からもたらされるものでもなく自分で育てて自分で花をつけていくものなのよっていう言葉がすごく記憶に残っていて、それがこの図案になるっていうのがやっぱりスカーフ、この1枚の布に込められた面白さ、自由な発想力だなっていうふうに思います。で、植物図鑑でチャーミングな形の種を見てそれを描いているそうで、少女の頃にね自分が描いたような懐かしさとか、あとは柔らかさっていうものを感じるかなと思います。色もね和やかで柔らかな色なので、肌に馴染みがいいっていうだけではなくて、例えばブラウンとかブラックのバッグ、ベーシックカラーのバッグに結んだりとか、そんな使い方ができる1枚かなと思います。で、もう1枚はもうちょっとこっくりした色で、トリミングがエンジ色というかブリックオレンジみたいな、もう少し深い色なので、コントラストをつけるならそちらの色、なじませたいんだったらこちらの色っていう風に、プレゼントの場合はねつけてくださる方を思い浮かべて選ぶのもいいんじゃないかなと思います。では、この3枚のスカーフと1枚のストールを使った巻き方と、あとコーディネートをご紹介していきたいなと思います。マニプリのスカーフの中で一番小さい65センチ ×65 センチのスカーフになります。巻き方は中世の貴族巻きなんだそりゃって感じなんですけど、小さいからこそはっきりとした柄ではっきりとしたコントラストのあるカラーリングで小さくキュッと巻いてあげるっていうのが効果的かなと思うので、その巻き方をご紹介したいなと思います。バイアス折りはスカーフの結び方の上で基本の折り方で対角線上に折り込んでいくわけですけど、ブランドタグを中に入れてあげた方が飛び出てこないので綺麗です。はじめにこちらを折り込んで、次逆側なんですけれども、この三角が小さければ小さいほどバイアス折りは太くなるんですね。で、逆に三角を大きくすればバイアス折りが細くなるので、どう巻きたいかによって調整していただくといいんじゃないかなと思います。こちらひし形のようになったこの形をもう一回折ってあげる。そうすると剣先が綺麗に出るので、綺麗なバイアス折りが出来上がります。少し太めのバイアス折りにして、首の前に布を少しこう高い位置に置きます。で、首の後ろで交差させて端を首の前に持ってきます。首の位置の高い部分で肩結び、もしくは蝶々結び、肩蝶結び、どれでもいいんですが結んであげる。そして襟の中に入れて、襟をあえて1つ目まで全部止めてしまいます。そうすることで首に高さが出て、中世の貴族のようなノーブルさが出るかなと思います。もちろん見かけも素敵なんですけれども、例えば首元にコンプレックスがあるとか、寒さ対策とか、そんな感じでもお使いいただけるかなと思います。
特別なディナーとかパーティーとか自分にいい意味での注目を集めたい時なんかにおすすめの結び方なんですけど、黒と白のモノトーンが顔立ちをはっきり見せてくれるっていうことと、あとは小さく巻いたシルク独特の光沢感が表情に明るさと華やかさを持ってきてくれるし、視線をぐっと上げることによって着席した時もきちんと上の方に視線が集まるっていう効果も高いかなと思います。で、黒と白なのでお洋服も黒と白でまとめてあげると全身のつながりができて、より印象的なスタイリングになるかなと思います。1枚で見て整形にちゃんとアートとして見える、1枚の絵画になってるっていうところもこのスカーフの特徴なので、できたら長く使うとか大きく使うとか、柄をね存分に生かした巻き方にしたいなと思います。適度な太さのバイアス織りにスカーフを折って首の後ろに渡します。で、真ん中で一度巻くんですけど、あえてふわっと下からくぐらせるような形で首の周りに巻きます。で、上下の長さをかなりはっきりとつけることによって縦のラインが強調されるので、ぜひここはコントラストをつけてください。出てくる柄は好きな柄が当然上に来るように巻いてあげると、自分からも周りの人からもその柄が見えるので、そういった巻き方をしていただくといいと思います。例えば初めましてのクライアントさんと打ち合わせをする時なんかがイメージなんですけど、航空会社の CA さんって結構スカーフ巻いてる会社が多いじゃないですか。華やかさとエレガントさと、あとはきちんとした感じっていうのも出すためにスカーフを巻いているんですよね。お仕事で大事な場面で私もスカーフをかなり使うんですけれども、男性がネクタイをする時って長さが出て剣先が出るのできちんと感が出て信頼感が出るみたいな巻き方するじゃないですか。女性が巻いたらというイメージをして考案したのがこの巻き方なんですけど、真ん中に持ってくると結構シンメトリーになってあまり面白くないので、脇に寄せることによって動きが出る、チャーミングさが出るかなと思ってサイドに寄せています。で、ジレが結構長いんですね。で、パンツも長いっていうことはスカーフをぜひ長く使ってあげてください。長く使うということは巻いた時のコントラストをかなりつけてあげる。そうすることでスッと縦長のシルエットが強調されて、ほっそりと背が高く見えるかなと思います。グレーとネイビーっていう結構真面目なストイックな着こなしなので、スカーフはカラフルに、そして靴もちらっと見える柄から一色もらってピンクのサンダルにしました。120×120 のかなり大判のコットンシルクのストールになります。できるだけこの柄を大きくワイドに使ってあげるのがいいのかなと思います。好きな柄が表に出るように三角形に折って肩から羽織ります。両端を結んであげて左右ちょっと長さのバランスが変わるように調整します。ヨーロッパの旅先でのアペリティーボとかそんなイメージのコーディネートなんですけど、コットンシルクのこういった大きなストールっていうのは冷房よけ、直射日光よけいろいろ使えるので1枚持っていくと便利かなと個人的には思ってます。このノットをつけてあげることによってちょっとヒラヒラしたりとか収まりが悪くなるっていうのを防げるんですね。ノットをつけることによって重りが出るのでここでしっかり止まってくれる。あとは柄の中にあったノットをここにももう一度表現してあげることで自分だけのひそやかな楽しみが生まれるかなと思ってこういった巻き方にしました。今年はこうやって大きく羽織るのがすごく流行してるんですけど、ただ羽織るだけだともしかしたら他の人と一緒になっちゃうとか収まりが悪いみたいなことがあるので、布なのでとにかく結ぶ、折る、畳む、縛るみたいな自由な発想で使ってあげるといいかなと思います。そしてワンピースのバックスタイルもちょうど角がセーラー服のねこう襟のように大きく出るので、この後ろ姿が可愛いっていうのもこの巻き方の特徴です。で、グレーとグレー×ブルー×ホワイトっていうのを爽やかな色合いで合わせてあげて、あえて黒を一色も使わない、そんなコーディネートにしています。65センチ ×65 センチの母の日限定のスカーフです。65×65 っていうサイズ感を生かしてパールのネックレスと組み合わせて結び方をアレンジしたいなと思います。ま
ずカウボーイ巻きのように三角形に折って直角の角が自分の前に来るように置きます。首の後ろで端を交差させて前に持ってきて、通常だったらそれを取れないように結ぶんですけれども、結ぶのをパールのネックレスに結びます。だいたい40センチから43センチぐらいの通常のアコヤでもバロックでも。そしてスカーフの端っこをパールとパールの間に結びつけます。なかなか安定しない場合は肩結び2回結んでいただいてもいいんですけれども、ノット結び目がどこに来ても可愛いので、外にピョンと跳ねてたりしてもとてもアクティブでいいので、カジュアルに結ぶのがポイントかなと思います。もうこれはね、シーンは私の日常のど真ん中っていう感じで、ショッピングだったり、あとリースに行ったりとか本当によくしているスタイリングです。で T シャツとベージュのパンツっていう、ある意味永遠の、もう時代変わらずずっと好きな着こなしなんですけど、やっぱりね、スカーフがあるだけでこんなに見違えるんだっていうのが今回また改めて分かったので、それもすごい面白かったんですけど、スカーフはパールと組み合わせて視線をぐっと上に上げるように、そして顔周りを華やかに明るく見せてくれるように結んでます。このバッグ、これもマニプリのものなんですが、牛革とあとシルクの実際のスカーフを巻きつけている新作のバッグになるんですね。牛革の重さというか硬さと、あとはシルクの持つしなやかさ、このコントラストが一つのバッグで楽しめるっていうもので、さらに牛革の持つラグジュアリー感と、あとシルクの持つエレガントさっていうものが組み合わさって、牛革だけにもない、布バッグだけにもないラグジュアリー感もエレガントさもかける2になるっていうバッグです。封筒のように1回シルクのスカーフを折って、そして施しているので、柔らかいドレープを楽しめるバッグかなと思います。これがね、あるだけでだいぶ違うかなと思います。でなんとなく全体的にブラウンでまとめて、スカーフとバッグのスカーフの色合いがちょっとナチュラルな明るい色なので、ここがまたつながってくるかなと思います。母の日限定のシードパケットのこのスカーフなんですけど、肌なじみのいい色だから毎日のスタイリングにめちゃくちゃ使えるんですよね。なのでもう1コーディネート、このスカーフでご紹介したいなと思います。バイアス織りにしたスカーフをバッグのハンドルの間に通して前に持ってきてリボン結びをします。ハンドルに巻きつけるやり方はね、結構皆さんやられてるんですけれども、こうすることでシルクのスカーフのリボン結びがここにチャームみたいに重なることで、あっという間にフェミニンになるかなと思うので、ちょっとマスキリンな表情、あとは愛らしい表情、スカーフ1枚で両方楽しめるかなと思います。撮影に行く日なんかは本当にこういう格好で、デニムオンデニム、色を揃えたデニムとデニムを重ねて、そして中に白いタンクトップを着ています。でバッグも靴も結構カジュアルでメンズライクなものが好きなので、そういう合わせになってるんですけど、それにサングラスもしちゃったりしてね。だけどどこかに一辺の女性らしさを入れたい。例えばそれがネックレスだったりとか、いろんな時があるんですけど、夏は肌の分量も多くなってくるし、こういう可愛らしいスカーフをバッグに巻いてあげるチャーム感っていうんでしょうか、バッグのアレンジ感というのか、そういうのがすごく気に入っているので、布だからこそできる技なので、自由にチャームみたいにいろんなところに結びつけてあげるっていうのが今年はおすすめかなと思ってます。そしてこのスカーフの別カラーのバージョンでハンドルにラフに結んでいるアレンジもご覧いただけますので、そちらもぜひ参考にしてみてください。はい、マニプリのスカーフと着こなし方、巻き方いかがでしたでしょうか。今年も母の日キャンペーンをやってます。4月の17日の金曜日から5月の17日の日曜日まで EC にある、お洋服も含めた全ての商品が 10% オフになるそうです。でクーポンを配布してくださっているんですけれども、ニュースページの方にありますので、ぜひそちらの方をご覧いただいて決済の時に入れてくださいね。そして長野善光寺の表参道店でもこの 10% オフは適用されるそうです。で普段からね、ラッピングは本当にマニプリはやってくれてるんですけれども、母の日のラッピング特別版としてメッセージカードとしおりついてきます。外すこともできるそうです。でもせっかくだからぜひつけてください。はい、そんなキャンペーンやってますので、この機会にぜひお母様に送るもよし、自分に送るもよし、ご友人に送るもよし、ぜひぜひチェックしてみてください。
今回のコンテンツ参考になった、面白かったと思われる方はぜひ高評価ボタンの方をお願いいたします。そして登録まだの方は今年ね頑張って本当に10万人行きたいなと思ってますので、ぜひぜひ登録の方もお願いいたします。そしてメッセージもねいつも本当にたくさんお寄せくださってありがとうございます。このスカーフが欲しかったとか、こんな巻き方も見たかったなんていうメッセージもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。またね。